皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。メンバーシップもやってます。メンバーシップの上の方に入ってもらえると毎週1回特別なエピソードも聞けます。このチャンネルを応援してもいいよって思う人はぜひ入ってもらえると嬉しいです。はい。では今日のテーマは国宝です。先週火曜日に映画を見てきました。で、今すっごい話題になっていて、で、3時間もある超大作なんです。でも、あっという間だったっていう話を知り合いに聞いて、絶対映画館で見た方がいいって言われて、見てきました。そしたら本当にすっごい良くて、もうその映画館の中に本屋さんがあったんで、本屋さんに行って、これ原作の本なんですね。で、原作の本も買ってきました。本は昨日読み終わりました。すごい。よかった。なので、今日はその映画の話と本の話、それから、監督と役者さんたちのインタビューも見たので、その辺のことをお話ししたいと思います。今日も動画で撮ってますけど、耳で聞いてるだけの人にもわかるように、お話ししますので、今聞いてるだけの人心配しないで聞いててください。じゃあまず、映画の話からです。で、これどういう話かっていうと、歌舞伎の世界の話なんです。で、主人公はヤクザの息子です。で、もう物語の一番最初にお父さんがそのヤクザ同士の争いで亡くなってしまうんですよ。で、結構印象的なシーンで始まりました。映画が。で、その彼が、こっちの歌舞伎役者のお家に、引き取られるっていうか預けられるんですね。で、同い年の男の子がいました。その歌舞伎の一家のお家には。で、歌舞伎の世界っていうのは、世襲って言って、あれですね、お父さんが歌舞伎役者なら、息子も歌舞伎役者になって、その一門を継ぐんですね。その一家を継ぐっていうのかな。で、なので、血が大事なんです。で、すごい大事に育てられた、お坊ちゃん。そう。大事に育てられた息子、男の子のことをお坊ちゃんって言います。で、そのお坊ちゃんとヤクザの息子だった二人が、そのヤクザの息子だった子もすごい才能があるんですね、歌舞伎の。で、あともう歌舞伎の世界に、見せられて夢中になってすごい熱心に稽古をするんです。だからすごく上手になるんですね。で、彼の名前は菊尾です。主人公の名前は菊尾。で、その二人が、同じ学校に通いながら、お稽古して、毎日歌舞伎のお稽古をして、お稽古っていうのは練習っていう意味です。そういう伝統芸能は、お稽古って言います。練習って言わないんですよ。だから、歌舞伎もお稽古。それから、相撲もお稽古。で、あと、三味線っていう日本の楽器があるんですけど、この映画にも出てきますけど、それも、お稽古って言います。お稽古に行くとか、お稽古するって言います。それで、そう、稽古に励むんですね。二人で一生懸命稽古をして、上手になっていく、その、父を亡くした時からの50年間が描かれます。50年って長いですよね。どんな人の人生にもやっぱり山があったり、谷があったり、こういう感じじゃないですか。いいことがあったり、悪いことがあったりしながら、人は生きていきますよね。だからやっぱりこの気候の人生にも、もう山あり谷あり。で、その中で
歌舞伎の芸をこう極めていく、そういうお話でした。あ、で、そうだ、このね、ポスター、二人女性が写ってるんです。顔を白く塗って赤い着物を着た女性が二人向き合ってます。同じ服装をした女性が二人。で、でも実はこれ男性です。歌舞伎は女性が演じることを禁じられてました。風紀が乱れるって言って昔の将軍が禁止したんです。風紀っていうのは、社会一般の生活態度みたいなものですけど、特に男女間の関係のことを言います。で、多分女性の役者さんがいると、色っぽすぎるとかですかね。だから男性が演じるんです。女性を男性が演じます。で、そういう、それで女性を演じる役者さんはずっと女性を演じます。で、そういう役者さんのことを女形って言います。女の形って書きます。で、女形。で、その主人公の菊男も、こっちのお坊ちゃんも、お坊ちゃん俊介って言います。俊介も、どっちも女形に才能がありました。なので二人ともその女形の道をこう極めることになります。で、やっぱり映画の素晴らしさっていうのは、大きい画面で音楽がついてて迫力があるってことですよね。なのでこのね、歌舞伎シーンが本当にすごかったです。で、実際にこの役者さんが、普通の俳優さんが歌舞伎の練習をしたそうです。だから稽古をしたんですね。で、主人公の菊をやったのは吉沢亮さんっていう方です。で、その人は1年半前、1年半稽古をしたそうです。すごい大変だったと思います。歌舞伎をやる人って本当に小さい頃からずっと仕込まれるんですよね。でも彼は大人になってからやったんです。で、ただですね、その監督のインタビューで、監督がじゃあなぜ歌舞伎役者を使わなかったのか、映画の中でっていう質問に対して監督が言ってたのは、映画の中でこの二人が歌舞伎を稽古とか、あと実際の公演を重ねて芸を極めていくんですね。だから映画の中でだんだん上手くなっていくわけです。だから歌舞伎役者っていうのはもう上手いから、そういうんじゃなくて、本当にやっぱり映画の中で成長していくっていうのを出したかったからだそうです。すごいですよね。いや、本当に大変だったと思います。で、その主人公の吉沢亮さんが言ってたのは、3ヶ月目ぐらいで監督が見に来たそうです。その練習を。で、その時にプロデューサーの人とか、もういっぱい並んでて、もうどうしようって思いながら、こう踊ったそうなんですね。そしたら監督が、絶望的な顔をしてて、絶望っていうのは望みがないってことですから、こりゃダメだみたいな顔をしたんだと思います。で、吉沢亮さんも、どうしようって思ったらしいです。でもそこから稽古を重ねて、すごく上手になって、で、撮影の時は、今度は監督が、上手なのはわかる。なんだけど、菊男として、その歌舞伎の、その時、お初って名前です。お初っていう名前の役をやってたんですけど、菊男としてお初を演じてくれって言ったらしいんですね。吉沢亮のお初じゃなくて、菊男のお初を演じてくれって言ったそうなんです。すごい難しいですよね。うん。もちろんそれができてたので、もう私は本当に夢中になって、もう菊男の世界を見せてもらってました。いや、役
者さんってすごいなって思いました。ちなみに、役者っていうのは、俳優と同じような意味です。でもなんとなく、役者っていうと、歌舞伎とか、そういう、あの、実際の舞台でやる演劇をやってる人が役者っていう感じがします。映画とかドラマって撮影して、後で編集して一本にするじゃないですか。でも、歌舞伎は、あの、劇場に見に行きます。で、あと、歌舞伎だけじゃなくて、そういう劇場に見に行く、そういう劇、それもお芝居ありますよね。で、そういうのも、やっぱり、生でその場で演じる人って、なんとなく役者っていう言葉が合う気がします。そう。だからね、とにかく、すごい役者だなと思いました。で、その菊尾さんもすごかったんですけど、もう一人の俊介もね、すごかったんですよ。俊介をやった人は横浜流星さんっていう俳優さんなんですけど、あの、彼のお初が、もうね、すごかったです。よく、よくやるな、よくやれるなって、さすが役者さんですよね。もうね、感動しました。で、で、それについて、あの、そういう歌舞伎のどの演目をやるかとか、映画でね、何をやるかとか、そういうのをちゃんと実際の歌舞伎の役者さんたちが指導に入ってるんですね。で、その中の一人の方のインタビューを見たら、自分は、例えばお初が出てくる役をやったとしても、幕が上がったら、もう始まるじゃないですか。で、すごいクライマックスのシーンとかに、ずっとその流れがあってそこにたどり着いて、そしてそれが終わって幕が降りる。だからできると。でも、その映画の俳優さんたちは、そのシーンを何回も何回もやっぱりやらされるらしいんですね。その度に、そのクライマックスに心を何回も何回も持っていくわけですよね。その状態に。だから、あれはできないって言ってました。それが実際のその劇場でやるお芝居と映画とかドラマの違いだと思います。だから、いや、本当に私もいつもいろんな映画とかドラマのメイキングとかを見たときに、これ何回も撮るの大変だなって思います。そういう感情的なシーン。やっぱり演じる人って実際にそういう感情になってるわけじゃないですか。だからリアルに見せられるわけですよね。だから、例えば一つのシーンの中で、泣いてなかったのが泣いてる方向に行くとしたら、じゃあこっちで一回泣いた後でカットが終わった後、もう一回やるって言われたら、もう一回泣いてないところから泣くところに持っていかなきゃいけないわけじゃないですか。いや、本当にすごいなって思います。で、ましてや今回は映画の中で歌舞伎という伝統芸能、長い、稽古の積み重ねで、手に入る技みたいなのがあるわけですよね。そういうのを、あの、見せるわけですから、すっごい大変だったと思います。うん、素晴らしかった。で、菊尾さんのね、最後のシーンもね、本当に素晴らしかったです。だから、これは多分本当に劇場っていうか映画館で見るのがいい、ものですね。で、どうなんだろう。アメリカとかで公開されるみたいです。他の国はどうでしょう。他の国でも公開されるんじゃないでしょうか。公開されたらぜひ見に行ってみてください。で、ただですね、私その映画を見た時によくわからないことがいっぱいあったんです。じゃあこの気候はどういう
どういう経緯でこの俊介のお家に行くことになったのかとか、いろんなことにこう説明が足りない気がしたんですね。もちろん説明はいらないんですよ。そんなことを説明しなくてもね、画面の切り替わりで、そうなったんだなっていうのはわかるから。でも、ちょっと私、もっとこの菊尾の世界を知りたいと思って、本屋さんに行きました。その映画館はですね、大きなショッピングモールの中にあって、で、2階に映画館があって、3階に本屋さんがあったんです。で、本屋さんに行って、もうね、本当にすぐ目立つところにこのバーンって置いてありました。でも、どっちも同じに見えたんですよ。表紙が同じなんですね。上下巻の表紙が同じで、よく見ると、小さい文字で上と下が違う。あとよくよく見ると書いた人の名前の色が違うとか、それぐらいなんですね。よく、本の場合、2冊しかない場合は、1巻2巻よりは上下巻っていう言い方をします。で、もうこのカバーが、表紙の本のカバーが外れます。で、外れると、こっちの上巻の方は、ちょっと喧嘩をしたか、なんかちょっと男の子ですね、元気そうな。そして、下巻の方は、この見事な女の人です。赤い、色も赤くなってて、こちらは女型として、女性の歌舞伎の化粧をしたイラストになってます。で、この上巻が白で下巻が赤。この対比も美しい本ですね。はい。で、この本を読んだら、いろいろ分かりました。私がどういうことって思ってた部分がちょっといくつかあったんです。それも、まあ、こういうことかなって解消されました。でもね、何よりこの本が印象的だったのが、この語り口なんです。文章の書き方です。普通の文は、普通の本、例えばこういう普通の本は、文末とかが、例えばいつもの調子だとか、全然違うとか、熱くなってきた。こういう書き方なんですね。これが普通。こっちもそうだと思う。多分、なんとかにならない。6月になった。涼子さんはファミレスでアルバイトを始めた。とか、こういう感じなんですね。だから読んでる人は、その情景をふんふんって想像しながら読むわけです。で、これは何が面白いって、その文末の部分が、これですね。それは見事なボタ雪でございました。で、次々と黒塗りの車が到着いたします。とか、これね、まるでその情景を誰かが口に出して語ってくれているようなんです。お話を話してくれている感じなんです。さっき言ったその黒塗りの車が到着いたしますってこれ現在形なんですよね。だから、目の前でそれが起こってるかのような語り口で書かれてます。だから目の前で劇が、進んでる感じです。あんまりないんです、こういう本は。だから、これ結構ね、本当に何々しますとか、なりますとか、現在形で書いてますね。会話も、なんと、菊王が笑いますと、手渡してきますとか、爪とございますとか、そういう普通の本とは違う雰囲気がありました。私、映画を見た後、すぐ原作を読むっていうことをした経験が今までなかったんです。原作を読んでいて、それが映画になって見に行くっていう経験は、結構皆さんも多いと思うんです。
で、私もあります。で、それって、原作で読んでたイメージと映画のイメージが違ったりすることってよくありますよね。ただ、これに関しては、私、先に映画を見てたので、その映画の世界のまま、こっちの本を読んだんですよね。だからなんかね、すごい不思議な気分でした。あの映画がまだ続いてる感じがしたんです。本の中で。だから本を読みながら、やっぱりなんとなく主人公をやった、吉沢亮さんのその菊男が頭に浮かぶし、俊介の顔も浮かぶし、その俊介のお父さんっていうのが渡辺謙なんです。だからそのお父さん役の人の顔も浮かぶし、不思議な読書体験をしました。これは面白いと思いました。私次は、原作を読んでない映画をまず見て、そして、本を読むっていうのをやろうと思います。この歌舞伎の世界だけじゃなくても、この不思議な体験ができるのかどうか、気になります。そう、実はこの監督の人は、イ・サンイルさんっていう方で、在日のコリアンの方です。の3世の方だそうです。で、ずっと日本で生まれ育っている方です。その方が、この吉田修一さんというこの作家さんの本を、他にも2冊映画化してるんです。で、私それどっちも読んだことがないので、うん、その映画でやるか、あともう一つね、別の本を映画化してて、そっちの作者さんも好きなんで、そっちで見てみるか、うん、悩むところですね。はい。でも楽しみです。あとそうだ、いくつか言葉の説明をしときます。あ、そう、国宝ですね。まず国宝の説明しなきゃ。国宝って国の宝って書きます。で、人間国宝っていうのがあります、日本には。それは、そういう歌舞伎とか、そういう伝統芸能のすごい人に贈られるものです。だからもう、あなたの存在が国宝ですっていう賞ですね。なので、まあ、それが国宝。で、あとさっき言った女形。それは歌舞伎で、女の人を演じる役者さん。で、あと、そうだ、ですね、あと、稽古。稽古は練習のこと。それと、役者、まあ俳優のことですね。あと、花道っていうのがあります。花道って、もしスラムダンクを好きな方が皆さんの中にいたら、スラムダンクの主人公の名前は桜木花道ですよね。で、花道っていうのは、その歌舞伎の役者さんが通る道なんですけど、観客席の中にあるんです。だから、両側に観客の人がいて、すごいお客さんの位置と近い場所です。で、そこで、見せ場があったりとかするんですけど、そこでわーって言われて引っ込んでいったりする場所なんですね。なので、花道っていうとすごい華やかな場所ですね。だから花道はそういう、桜木花道は多分そういうなんか主人公っていう感じだったから、花道って名前にしたんじゃないかなと思います。ちなみに花道っていう名前は、普通めったにない名前ですね。漫画らしい名前だと思います。あと、この白塗りって言うんですけど、歌舞伎役者さんは顔をこう真っ白く塗ります。あと首のこの辺とか、あと襟がこの辺こうやって見えるので、この辺まで白く塗ります。で、それ、おしろいですね。おしろいと言います。白塗りにします。白塗り。で、この本の難易度なんですけど、本は結構難しいかなと思いますね。あと話してる言葉が、長崎の方言と、あと大阪の
方言。それから京都もあるかなという感じです。だからそういうのが好きな人にはいいかもしれません。ちなみに、そうだ、女形は、お山とも言います。読みにくいところには、振り仮名が時々、振ってあります。人の名前とか、あと常用漢字外、入ってない漢字とかですね。あと、いわゆる日本の伝統的な、ものなんか着物の打ち掛けとか、そういうあまり聞かないものとかもいろいろ出てきます。だから読むとしたら、あんまり全部理解しようって思わなくていいと思うんです。雰囲気を楽しむぐらいな感じで、読めばいいのかな。もう一個大事なことを忘れてました。映画を見たときに、菊男がすごく孤独に感じたんですね。やっぱり何か芸の道とかを極めるっていうことは、やっぱり人と違う風になっていく。だから、すごく孤独で一人っきりっていう感じがしたんです。悲しいなと思って、悲しいっていうかね、素晴らしいんだけど悲しいんですよ。そういう感じがしたんで、この本読んでる時に、実は映画に出てこない人がいたんですね。で、その人の存在により、菊男は、そこまで孤独なんじゃなかったのかもしれないって思ったんですけど、やっぱり読んでるうちに、めっちゃ孤独っていう風になってきて、もう最後のシーンは、って思いました。私、それで映画のシーンをちょっと思い出して、あれってこういうことだったのかなって、映画の時にちょっと引っかかったけど、そんな気にすることないんかなと思ったところがちょっとあったんですね。それが、これを読んだら、これの最後のところで、ちょっと繋がったんですよね。あれ、そういうことだったのって。これは、もしかして、もう一回見た方がいいのかなとかね、答え合わせをしに、そう思わせるものでした。こう余韻が残るって言います。余韻が残るっていうのは、見た後とか読んだ後に、まだそのことをずっと考えちゃうことなんですけど、本当に余韻が残る映画であり、余韻が残る本でした。はい。じゃあ、今日の動画はここまでです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ちょっと最後にお礼を言います。メンバーシップ。一人増えてる。ありがとうございます。じゃあお礼を言います。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デイドさん、キム・ヨンマンさん、ジョ・モギョンさん、ベンジャミンさん、コウさん、浜田さん、ニナさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。他の皆さんもぜひご検討ください。では今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。